こんにちは。今回は、シークレットグランプリとクロスワールドその1ですね。最初のコースはクロノス島。シャドウにダークリーパー、ガジェットはランオフボーナス、ダッシュパネルボーナスミニ、リングゲットダッシュ、ダッシュミニ、壁リングガードです。そんなに変わるわけではないのですが、マシンは、ロイヤルチャリオットの方がいいかも。最初は、右に向かい、リングを集めます。その先ダッシュパネルボーナスをつけているので、ダッシュパネルにできるだけ乗りましょう。このコースは、割とリングは落ちていますが、序盤の不足分を補ってくれるダッシュパネルボーナスがありがたいですね。右側のブーストを回収し、ジャンプした後にブーストを使って、右のダートを越えます。次の右カーブでも、外側のブーストを回収します。その先は、ラインガイドに従って動きます。紫の道は、壁がない分落ちやすいので注意。まあラインに従えば安全に抜けられますけど、曲がり始めがずれたりした時は気をつけてください。飛んだ後、ラインは右側に向かいますが、ここは左側に向かい、ジャンプ台から飛んで、その先にあるブーストも回収しましょう。ゴール前のカーブは、手前側にブーストで抜けられる道があります。ドリフトを構えながら入って、壁から逃げるように曲がり続ければ、ギリギリぶつからずに曲がれるかと思います。2周目はガイドに従って動くと、ブーストが手に入ります。これで2つ確保できたので、1周目と同じ場所で使いましょう。右側にも書いた通り、単純なコースなのですが、さらに言えば、ダートも2箇所しかないという、はっきりしすぎたコースですよね。最初のグランプリに出しても良いレベルで、入門用コースな気がします。一応落下もありますけど、その範囲も広くないし、そのシンプルさがあって、レースの場合は、結構人気な気がしますが、ゴール前のショートカットが強すぎて、防御アイテムかドリル、レーザーのようなアイテムを確保できていないかで、ほぼ勝負が決まってしまうのは、極端すぎる気がしますね。3周目は、左側のジャンプ台に青ボックスがありますので、回収しましょう。3周目の変化ですが、後半以外ほぼないですし、どのみち、タイムアタックでは影響がないので、これまでと同じように走りましょう。特に変わるところがなく、編集時間短縮をしたいので、ゴールまで説明なしです。ゴール、約10秒の余裕ですね。スピードで行けば大体大丈夫だと思います。次は、ノーススター諸島、シャドウにタイプ J イオタ、ガジェットはランオフボーナス、ファストチャージ2種、スタート成功ボーナス、リングゲットダッシュです。ダートが長いので、それを利用していきましょう。最初は、左側のブーストを回収。その先、崖側を走ってリングを拾いつつ進みましょう。ガニガニは1周目なら、崖側に来ないので、安全に抜けられます。2つ目の5リングを取ったら、ラインガイドに従います。ダッシュパネルの先、左側に、ブースト右2つに5リングが並んでいますが、右の5リングを取ってブーストを使います。これで、一気に100近くまでリングを補充です。登った後は、外側にリングがありますが、どのみち、1周目は、終点のブーストを取らないので、内側を進んで、終点の5リングを取りましょう。プレス機のエリアは、最初は、左側の外側のブーストを回収しに行きます。中央あたりから侵入して、途中で飛び上がった際に足場に乗れるように、左に進みましょう。最後のカーブは、ブーストを使用して内側を走ります。ゴール前は、直進ドリフトでレベル3を出しましょう。2周目もガニガニが来ないので、安定して崖側から進めます。今回は、もうブーストがないので、ダッシュパネルの後は、左に進んでブーストを回収しましょう。飛び上がった後ですが、3周目は別ルートに進むため、ここで外側にあるブーストを忘れずに回収です。2個持ちになりますが、今度使うのは最後のカーブなので、使用は控えるように、
プレス機のエリアは、右か、中央から抜けます。右の方が安全ですが、ブーストを取らないように注意。足場に乗ったら落ちないぐらいに左に寄せるとブーストを取らずに抜けられますので、早めに移動しましょう。3周目は、ガニガニが崖側に来るので、ラインガイドに従って動きましょう。ちょうど、ガイドの場所には来ないようになっています。その先も、ガイドが、かなり優秀な通り道を示しているので、その通りに動き続ければいいです。飛んだ後、3周目は、右に向かわず、正面にできた新しいエリアをブーストで進みます。ショートカットリングは、右側にあるため、着地後、すぐに右に曲がりましょう。プレス機のエリアは、右に飛び乗って、中央の赤い線の位置を進みます。これでブーストが回収できますので、これまでと同じく、最後のカーブをブーストで越えて、あとはゴールするだけです。ゴール、タイムは余裕がありますね。全体的に地形はシンプルで、障害物もあまりないのですが、プレス機が少し難しいと思うので、そこさえ慣れれば問題ないかと。ついに、最後の通常コース、ホワイトスペースです。シャドウにタイプ J ヨータ。ガジェットは、スタート成功ボーナス、超高速トリック、リングゲットダッシュ、ファストチャージセカンドです。リングが大事なので、速攻を集めましょう。右に曲がった後は、右側外のブーストを回収します。その先も、ガイドの通りに進んでいくと、ちょうどリングを拾いながら進めます。リングの総数は、一応少し余裕は、あるものの、壁にはぶつからないようにしましょう。広場は、このカスタムだと上に行く方が早いんですが、リングが欲しいので、今回は下を通ります。ボートパートはショートカットをします。右の5リングに向かって進み、取ったら、同時にブーストをしよう。そのまま、右のダートを抜ければ大丈夫です。陸に戻ったら、右のブーストを回収し、そのまま、ゴール前のダートを越えてインコースで進みます。ゴール前の直線は、ドリフトレベル3を狙って失敗してます。レベル2を数回出した方が良さそうですね。2周目は、短縮のため、左の崖際を走りましょう。床の色が、内側と外側で変わっていますが、外側と内側の間ぐらいを意識して走ると落下しにくいと思います。2周目なので、真ん中を進みましょう。急いでトリックして、手前のジャンプでレベル3、降りるときはレベル2を出しましょう。ショートカットの時壁にぶつかってリングを落とした場合は、その先の欠けている柱の上の5リングを回収します。ダートゾーンを踏むのですが、その際できる限り外側で着地して減速を軽減しましょう。今度は、ガイドに従うように動きレベル3になったらブースト。その先は、十分な距離がないので、ブースト1にしておきます。3周目、最初のカーブを最短で抜けたくなりますが、外側にブーストがあるので回収しましょう。その先、また、広場は中央を進みますが、周期によっては攻撃が来るので注意。当たりそうなら手前から降りるのも手です。その先もまた、カーブの後、外側にブーストがあるので、回収、取れたら、あとはインコースで進みます。即使ってますが、ブーストについては、大体カーブ途中か、飛び立って、少しぐらいの間に使うと良いと思います。空中で左側にある青ボックスの回収、ブーストを使っていますが、これに関しては、もう少し後でも大丈夫です。その先、ダートが多い場所に出たら、右に思いっきり曲がりながらブーストを使ってカットします。最後のカーブは、内側の足場は通らなくて良いので、ラインガイドの少し右を意識して曲がります。リングゲットダッシュのおかげで速度を出しつつインコースを通れます。結構ギリギリですね。2周目のボートでリングを落としてなければ、もう少し余裕を持ってクリアできた気がします。これでメインコースは終了。ここから先はクロスワールドになります。クロスワールドは、仕掛けの一部の配置以外は3周同じなため、1周目からのパターンが通用しやすいです。コースによっては、解説も早めに切り上げるかもしれません。最初のコースは、スカイロード、シャドウにランドスマッシャー、ガジェットは、スタート成功ボーナス、ダッシュパネルボーナスミニ、リングゲットダッシュ、ダッシュミニ、エアトリックボーナスです。ブーストパネルもそこそこあるため、このようなカスタムが有効に働きます。
スタートしたらいきなり飛行エリアです。ダッシュリングをたどっていきましょう。飛行機終了直前はバンパーがあるので注意。当たるとダッシュリングに入れないので、できれば避けましょう。いきなり当たってますね。まあ動画化できてる時点でクリアはできるので、皆さんも2周目とか3周目で当たることがあっても諦めずに走りましょう。着地後、最初は左側のブーストを回収。その先はラインガイドの通りに動けばリングを集めつつ進めます。分岐点を抜けた後の大ジャンプゾーンですが、手前から横にずれるように飛ぶと浮く時間が減らせます。ただ、とても難しいので、当然不採用にしています。ブレーキを踏むと減速して浮く時間が減りますが、こちらも実は減速した分、手前の進行速度が遅いので意味がありません。なので、気にせず走ってください。2周目開始と同時にブーストを使用。今回はブーストを補充したいので、右側に進みます。2周目もラインガイドに従って動けば大丈夫なんですが、気球でジャンプして20リングを取るあたりから変な道になるので、無視して1周目と同じルートで進んでください。ブーストが着地後右にありますが、3周目で回収すればいいです。うまく着地できた場合は、ここで回収でもいいです。マシンの選定についてですが、見ての通り、道はほぼ直線なので、スピードも相性良さそうですが、ブーストやトリックのチャンスが多いため、パワーにしています。3周目で通る道での恩恵もありますのでね。3周目ですが、ガイドの通り、いつものカーブで、内側の道を通ります。そこに青ボックスもあるので、回収しましょう。ちなみに、1つ目のカーブは通りますが、2つ目のカーブは通りません。理由なのですが、非常に落下しやすく、仮に、ハンドリングタイプとかでもブレーキを使わないと曲がれず、結果ショートカットになっていません。なんで、こんな道を作ったのか？最後は、ブーストを取って、即使用。そのまま、正面の気球から飛んで進みます。着地後は、パネルを乗り継いで、あとはゴールまで一直線です。ゴール、2秒以上は余裕が出たので、真似るだけでいけると思います。最初の飛行パートで、あんまり外側に流されないとかが大事ですかね。次は、ルーレットロード、シャドウにタイプ J ヨータ。ガジェットは、スタート成功ボーナス、ダッシュチューン2個、セカンドファストチャージ、リングゲットダッシュです。ほぼ、直線と、たまに、長いカーブって感じのコースで、工夫するところはほぼありません。ただ、その分無駄な動きが許されないので、とにかく練習して操作精度を上げていきましょう。スタートしたら、すぐにドリフトチャージ、レベル2になったら解放しましょう。最初のカーブですが、3周目以外は、右の黒いチップを飛んでショートカットしましょう。その先のカーブはリングを拾っていきますが、満タンだったりリングがない区間は、ルーレットの部分を踏まない程度に、インコース、最後のジャンプ台は、中央から飛ぶと10リングですが、あまり気にしなくていいです。左側のブーストは無駄なので拾わないように。坂を登った後、スロット3つが並んでいます。登る際に、斜め左か右に移動し、できればスロットで跳ねるのを阻止しましょう。これができると、かなり、タイムに余裕が出ます。飛ぶにしても真正面から入ると大きく飛ぶので、それだけは阻止するように。最後のカーブは後で解説。ブーストの使いどころですが、ルーレットのあるカーブで使います。移動距離が単純に長いので恩恵を受けやすいです。ラインガイド非表示にしてますが、まあ、このコースに関しては、あってもそんなに役立たなかった覚えがあるので大丈夫でしょう。リングの位置を意識して位置調整した方がいいです。スロット抜けは、カメラが変わって見えた瞬間に、左か、右にドリフト開放で抜けるのがやりやすいかな。リングの位置で覚えるのも手です。最後のカーブは、アクセルオフやキーでの曲がりも利用して、リングよりも内側で抜けるようにすればいい感じに、リングを壁と意識してみると、自然と綺麗に曲がれるかなと思います。3周目は、青ボックスが左側に出ているので、チップのショートカットは使わずに曲がります。降りたら、ブーストを使用してインコースで抜けて、あとはこれまでと同じように、あまり余裕はないのですが、やっぱりスロット回避ができた回数次第でタイムが変わってくると思います。なんとか1秒近くまで余裕を出しましたが、
これが、限界、結構難しいんですよね。最後のコースは、クラーケンベイ。左右分岐と常に動く障害物やダメージギミックが厄介です。クロスワールドにしては珍しく、周回ごと内容が変わる珍しいコースになっています。シャドウにランドスマッシャー、ガジェットはリングゲットダッシュ、ダッシュミニ、超高速トリック、エアトリックボーナスです。ボートや段差が多いので、ドリフトよりもトリック強化の方が効果が大きいです。開幕いきなり落ちながらなので、とにかくトリックを出します。ボートになったら、その後も、チャージから即トリックを繰り返して稼ぎながら進みましょう。分岐までは、ラインガイドの通りに動きます。分岐を左側に進みますが、触手が動いているので注意。速度次第ではそのまま抜けられますが、ぶつかるとタイムが足りなくなるので、やり直しで、ぶつかりそうなら、ブレーキを踏んで、若干速度下げましょう。ダッシュパネルのおかげで持ち直せますので、その先も触手に気をつけながら、空中のダッシュリングを通ります。さらに、先の陸地も、同じく触手が邪魔してくるので、タイミングを見極めてダッシュパネルを踏みつつ抜けましょう。飛行機パートは、樽に気をつけながら、右側の大砲の手前にあるブーストを回収します。リングが足りない場合は、ガイドの通りに動くのもありです。2周目は、ボートが終わったら、右のブーストを回収、その先分岐が変化し、1周目であったものが、全部右に移動します。ダッシュパネルも、当然右に動くのですが、走る距離自体は変わらないので、1周目と全く同じ道を通ります。1周目よりかは障害物が厄介ではないので、インコースで進むことを意識しましょう。ブーストの使い道なのですが、2周目の最後の飛行パートでダッシュが切れた際、もう1個は3周目の触手の周期がずれている時の保険です。使わなかった場合は、2周目と同じ場所で使いましょう。3周目は1周目とほぼ同じなので、解説することがないです。よって、ここから締めの挨拶。ご視聴ありがとうございました。結構空いてしまってすいません。まあ、クロスワールドとこの先のスーパーソニックスピードは、比較的、1コースがスムーズに終わるのでまた、後半から更新速度が速くなって、結果、予定と大差ないペースで終わると思います。いろいろやりたいことはあるのですが、編集が進まない今日この頃です。こんな調子ですが、12月からは、クロスワールドも、レジェンドランクから参加可能な新イベント登場と、また変化がありそうなので、早く完成させておきたいですね。それではご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ソニックランブルも公認決定とありましたので、引き続き色々攻略を投稿していきたいですね。次回の動画でお会いしましょう。ゴール。まあ、約4秒まで余裕出したので結構良いと思います。ダメージを受けないことが大事ですね。